こんにちは。こんにちは。はい。はい。何回目ですかこれで。27。27回目ですね。はい。27条といえば、憲法で言えば勤労権ですね。とか言われても困るよね。全然わからん。はちゃん、日本国憲法とか習ったなんか学校でさ、全然まだそんな話とか習全ってない。然全然全然。憲法の話とかしない？うん。何で習うのそれは？日本国憲法は、あ、でも、私も中学生だったな。でも9条の話は知ってるでしょ？第9条。90。うん。あの、あ、戦争の話だっけ？そうそう、戦争しないっていう話。そうだよ要は。ね。うん。でも習ってないよ。あ、本当に、そっかそっか。うん。歴史も習ってないんだよね。歴史は、まだ。ファッちゃんなんてね、歴史なんか習い始めたら絶対歴女になりそうな気がするのにね。なんか、戦国武将たまらんわっていう風になるような感じになると思うんだそうけどね。かな。全然、そんな私そんなイのないよね。メージ？うん。なんか、歴史はでも嫌いじゃなさそう。なんか、だって、母が歴史好きじゃん。すごいさ。だから、ね、そのね、歴史好き遺伝子が、もう多分、きっとね、遺伝してると思うからさ。確かに。だから、多分ね、うん。歴史好きになるような気がするんだけど、今んところ歴史でなんかこう惹かれてる子とかいないの？例えば、ね、週末のワルキューレとかでさ、なんか曹操とかさ、出てきたし、切り裂きジャック、まあ、ちょっと違う、切り裂きジャックはさすがに、ね、殺人鬼なんで、切り裂そこに惹かれる人って多分、ちょっとなんかね、いや、私は好きなんだけど、私、いや、好き、それは言っちゃいけないよね。好きって言っちゃいけないんだけど、まあ、惹かれるというか、なんか、うん、こいつすげえなって思うようなのがありますよね。どういう？なんかそういうのない？ロキに惹かれるとかさ、ルシファーに惹かれると。ルシアは、偉人ではないか。うーん。ね、なんか、例えば、アダムに惹かれるとかさ、アダムとイブと私はか。全然そういうのには惹かれないけど、でも、自分でうん、そういうことが書いてある本本、みたいなのを本、図書室で借りて、うん、読んで、あ、これこれこれはこういう人だよみたいなことを豆知識で語ってくれる子はいる。ああ、豆知識で語ってくれる子がいる。そう。歴史好きの、じゃあ子がクラスにいるってこと？そうそうそへえ、すごいね。う。なんか歴史ね、習ってるわけじゃないのに、多分、親の影響だよね、きっとね。そう、家からなんか、図書室じゃないやつ、うん、家からなんか、偉人の行動線みたいなうん、感じのうん、やつを持ってきて、うん、それをペラってめくりながら、うん。これこれこれはこうだよみたいな感じで言ってくれる。へえ、そうなんだ。そう、歴史のその本をめくりながら、そう、こうなんだよ、こうなんだよって。そう。じゃあ歴史が好きなんだ。うん。その子は何が好きなの？歴史の中でも。何時代が好きとか、お侍さんが好きとか、なんかないの？中世の騎士が好きとか、バイキングが好きとか。みんなそれ男えの子が好きそうなやつだね。お侍さんとかね。なんあ、か、卑弥呼が好きとかさ、卑弥呼。埴輪が好きとか、あある？なんか、そういうのが好きとかあんの？新選紫組が好式部が好きっきとかさ。て言ってた。紫式部が好きなんだ。渋いね。源氏物語だよ。源氏物語だね。源氏物語だよね。私まだ源氏物語見てないんだよな。源氏物語、朝木文史っていう漫画が一巻だけ持ってるけど、読んでみる？読んでみたい。うん。源氏物語は、光源氏っていうプレイボーイの話だからね。うん。なかなか興味深いよ。へえ。そっかそっか。まあでも歴史はまだ、まだまだ先かな？ うん。6 年生ぐらいになったら習うのかね。そ6したら。年で習うって言ってた気がしなくもなくもなくもあしからず。まあ多分でもそうだよね。うん。そしたらね、歴史習い始めたらきっと、お母さんとさらに今よりも分かり合えると思うよ。今も分かり合えてると思うけど。確かに。うん。お母さん今度呼ぶ？呼ぶ？うん。このチャンネルに呼ぶ？招待する？招待する？でもな、お母さんってなんかキャラクターが私と被ってるんですよね。うだかーら、ん。なんか理屈っぽいこと言うと、二人が理屈っぽいこと言い始めると、なんかね、ちょっと、ファッちゃんのわちゃわちゃ度が足りなくなっちゃう気がするから間違ったのってなんだよ。ディスってるだろう。ディスってないですね。なんかあんまり小難しいことを言いたくないんですよね。あこう、あ。なんか、そういうチャンネルじゃないよ。なんかもうちょっとなんか軽くいきたいんですよね。確かに。なんかどうしても喋り方がそういう風になっちゃって、ああ、ね。うなんか、ーん。私としてはもうちょっとわちゃわちゃしたいなって思ってるんですけど、確かに。確かもっに。となんか、積水反射で会話するようなものを目指してるんですけど、私としては考えたり脊しない。髄反射って。そう、感性で話したいんですよね。なるほど。なんか、
データとかで話したくない。いやまあそういう意味では猫もかぶれないという意味でははい。なんか、そう、猫かぶりたいですけどね。猫猫かぶれないんかい。かぶりたいけどね。でもね、とりあえずなんか、ね、本音でこう、ぶつかり合いたい。本音で。まあ難しいよあね。本音で人と分かり合えるっていうのはね。ーでも私猫かぶるって言ってもさ、それはうん。1時間ぐらいでそれが切れる気がする。ああ、ね、多分そうだよね。1時間ぐらい喋り始めて、で、ネタが切れた時に急にジョジョとか言い始めるんだよね。そう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 、そう。ジョジョの奇妙な冒険とか、そう。ジョータロウがとか、ジョースケがとか、クレイジーダイヤモンドがとか、オラオラがとか言い始めるはずだと思うからいやね。ー、はい。ちなみに、ジョジョの奇妙な冒険なんですけど、ファうん、ッちゃん、あれ、全部読んでるんですよね。一応。うん、全部、全部読んでるっていうか、アニメを、ね、うん、全部見てるかな。そう。しかも、一部から見始めて、6部まで見て、で、一巡するじゃないですか、世界が。はい。また一部から見始めるんですよね。それを、かれこれ、3、4うん。回繰り返してるんですよね。すごいっすよね。第3部から第6部はうん。4。はい。で、1と2はうん。3。一緒さん、あ、3か。まあ、3、4部が脂が乗ってるというところで、やっぱ一番、やっぱ面白いっていうことそう、なんですよね。3から6は全部4。で、うん。うん。もうすぐでうん。3部は、うん。5周しそうにある。3部5周ってすごいっすよね。っていうのを、なんで3部5周もするんですか？すごくないですか？確かに3部が超名作であり、ね、漫画史上に残る傑作であるというのは、まあもう言い逃れのできない事実なんですけど、いや、まあもう、言いそう逃れ、あ、なんだけど、そうなんじゃない。言い逃れ。うん、もう、れっきとした事実だと私は思っているんですけれど、はい。はい。なんで第3部ばっかりめちゃくちゃ見るんですか？推しキャラがいるからですよ。そうですよね。そうだと思ってそうました。ですよね。はい。聞かないでよ。それは推しキャラってあれですか？アブドルさんですか？がっしりしてていいですよね、彼ね。ね、確かに。マジシャンズレッドとかいいですよね。うん。うん。ね、いいんだけれども、そっちじゃないんだよ。あ、違うんですね。反応の仕方に困るからやめてください。知ってるでしょ、あなた。そうですね。ね、初代 OVA のはい。アブドルさんの扱い方めちゃくちゃひどいですからね。いや、もう結構ひどいと思うんですよね、あれ。漫画以上にひどいですからね。いや、漫画は別にひどくないです。漫画はむしろ逆にすごいと思います、アブドルさん。そう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 。漫本当にいいと思います。画だとね、まあ、ネアブタバレはドゥルさん言わないですけはど、結構ね、男らしいよね。うん、男らしいはダメだ。なんだろう。男らしいは、正義感がすごい。そうですよね。うん。すごくいい男ですよね、彼は。うん、そう。男らしいはダメだな。私も、Yes, I am ってよく言いますよ。なんか言われた時にね、Yes, I am ってね。まあ、あれさ、うはん。い。名言多いですよね。ちょっと、うん。すごいよね。クロスファイヤーハリケーンスペシャルもかっこいいですしね。というわけで、まあ、アブドルさんから、ファッちゃんの推しメンの話にちょっと戻りたいんですけど、はい。ファッちゃん推しメン誰なんですか？誰だと思いますか？ジョジョの奇妙な冒険第3部と言ったら、もう、4人しかいないですよね、あと。はい。まあまあ、イギーという説もありますけど、犬という、推しメンが犬という説もありますけど、でも、まあね、猫に転生したおじさんを勧めるぐらいなんで、ファッちゃんは猫派なんですよね。はい。で、しかはい。も、もしかしたらね、あんまりね、犬のね、ことはね、はい。詳しく知らないから、はい。そんなにね、うん。意義かっこいいけど、はい。推しってほどじゃないか確かにね、めちゃくちゃかっこいいですけどら。ね。うん。でも、猫だったら推しになったかもしれない。ファッちゃん猫草ですよね。どっちかっていうとね。はい。猫草ですね。ストレイキャットの方が好きですよね。猫どちらかというと、猫派なんで。部が違ってる。部が、部が違ってる。しかし、あれですよね、荒木先生のジョジョだと、うん。猫犬って、動物ひどい目に遭いますよね、いつもね。人間以上にひどい目に遭ってるイメージがやだすごいあるんですけよど、ー。やだよー。はい。もうね、第一巻のダニーから始まって、なんか、犬や猫は結構、ほんとひどい目に遭いますよでね。もさ、多分荒木先生ってうん。さ、犬派だと思うんだよね。だってさ、うん。犬にはさ、みんな名前ついてるじゃん。猫七あ種じゃん。確かに猫あんま、そうかな。だってストレイキャットだってさ、うん。そういう名前のスタンドってだけでさ、名前ないじゃん、あいつ。猫草って言われてるだけで、猫草ってもう見たまんまですからね。確かに。名前ないっすよね、確かに。ないですよね。確かに、猫の名前、確かにない気がする。でも犬に関しては、確かに、ダニーでしょ？うん。イギーでしょ？
で、ポッキーでしょ。ポッキーひどい目に遭いましたよね。レロレロの回で。ポッキーほんとひどい目に遭ったし。かわいそう。確かにまあね。そんな感じでね、多分そういう方だと思うんですよ。いや、でも、それは分かってないですよ。あの、ドルチっていう、ドルチ・ザ・ストレイ・キャットだったかなんとかっていう、確か、荒木先生のうん。短編がありまして、へえ、猫が主人公の短編があるんえー、ですよ。そうなの？はい。で、それだと猫大活躍してるんで、あー、意外とだから、どっちも好どっち？きなんじゃないかなっていう気がするんですけど、でもどっちもいいんですよね。てかさ、犬や猫はい。っていう感じじゃなくてさ、人間以はい。外の生物みんなひどい目あるよね。だって確かに。カラスもそうだったしさ、まあ人間もでもひどい目になってるけどね。人間以上じゃん。人間爆破されたりしてるからね。爆破されてるどころか、絞られて血を飲いやまれてる時もありましたし。はい。さすがにそういう表現は、今は、でも結構、ひどい目になってますよね。ー、うん、みんなね。うん、スタンド攻撃、謎のスタンド攻撃受けてるときは大変なことになりますからね。うん。確かに。でもそれがね、またサスペンスを盛り上げてくれるんですよね。うん。はい。でもさ、なんかどんどんさ、動物はい。に対してのさ、はい。特にはい。2部から4はい。部にかけてはい。加速してる気がする。なんかああ、そういう扱いがああ、エスカレートしど、てる気がする。どうなんですかね。でも、あれですよ。まあ、確かに、ストレイキャットとかも結構ね、うん。やれちゃったりね、ひどかったですけど、でもさ、だって2部のさ出てきたさ、犬じゃない、猫いたけどさ、あの子はさ、あの子っていうかなんかお嬢様気質なさ、猫いあたじゃん。で、あれでしょジョセフが、ムカつくっつって、ちょっかいかけた猫いたじゃないですか。足払いかけた猫だよね。そうそうそう。あの子は、ただただ、サーモンをさ、ヒュイヒュイってされただけでさ、なんか、別にひどい目に遭ってないじゃん。確かにね。落っこちたけど。3部はね、犬がね、結構ね、ひどい目にあったりしいやてましたよね。ー、まあ、あまり多分、部によって変わるっていうか、関係はおそらくないとは思うんですけど、うん、はい。でも、あれですね、第7部、ステうん、ィールボールランは今見てる途中だと思うんですけど、はい。基本的に馬はそんなにあんまりひどい目に遭わない、よかったよかった。と思います。うん。はい。楽しみっすよね、スティールボールラン。楽しみ。本当はい。にね、アニメ化してほしい。早くアニメ見たいっすようね。ん。はい。まあ、スティールボールランにも推しメンいると思うんですけど、でも第3部の推しメンが一番なんですよね。はい。はい、戻ってきましたね。はい。はい。当てます。はい。当てますっていうか知ってるんですよね。うん。皆さんどうだと思います？まず、丈太郎と、まあ、第3部といえばディオ。うん。で、歌教員。うん。そしてポルナレフ。ジョセフ。まあ、この辺りが、まあ、大体、あれかなと思うんですけど、うん。もしかしたら、でも敵キャラもいるかもしれないもん確かに、チャカの可能性もありますよね。ね。うん。チャカ、アヌビスだね。チャカの可能性でも、チもありますャカもそうだチャし、カ。もう人間じゃなくなっちゃうけど、はい。ペット、なんだっけ？ペットショップか。あ、そうそうそう。ペットショップもかっこいいっすよね。の可能性もあるよ。確かに。いやむしろ、クレイジーダイヤモンドの悪霊的失恋で、味を占めたファッちゃんは、ホルホースの可能性もありますよね。確かにね。はい。で、オインゴボインゴの可能性もありますよね。たまに、信じてよって言いますよね。それはね、そこはないと言ってくわ。あそこはないんだ。言っておくわ。もう本当面白い回ですよね。オインゴボインゴの回はね。おインゴがさ、おインゴがもうかわいそすぎて。爆笑なしじゃ見られないですよね。あれ、アニメで見いやると本当に笑いますよね。ー、うん。特に、ね、ポルナレフに無茶ぶりされる、回は本当に最高ですよもうそっちに寄せてきてるもんね。ね。ね、逆界に寄せてきてるもんね。ちょっと本当にポルナレフとジョセフひでえなって思いますね。あれ分かってんだろうって思うよね。絶対わかってるよね。もう怪しいと思ってたもんね。絶対わかってる。で、いきなり全然また脱線して違うとこ行ってるんですけど、はい。まあ、ぶっちゃけ、ちょっと紹介してあげてくださいよ。誰が好きなんですか？歌教員ですね。歌教員なんですよ。はい。はい。歌教員といったら、まあ、ジョジョ随一のイケメン枠の一人ですよね。もしかしたらそうかもしれないやつ。はい。歌教員のベストバウトというか、ベストな回は何ですか？どういうところが好きなんですか？最初からはこいつイケメンだと思ってたけど、はい。なんだっけ、デスサーティーンではい。惚れました。デス13の回めっちゃかっこいいですよね。
はい。そしてその回でポルナはい。レフはちょっと引きました。やっぱりポルノフの株を大きく下げましたよね、あの回。はい。ね、ファッチャーにとってね。ネタバレになるので詳しくは避けるんですけど、うん。本当にあの時の歌教員は、追い詰められてめちゃくちゃ孤独の戦いをするんですよね。はい。そこで、まあ、孤独な中で、はい、諦めずになんとか、うん、挽回して、しかも仲間を救うというところが、本当素晴らしいですよね。うーん。唯一ではないはい。かもしれないけどさ、丈太郎が全く歯向かえてなかったもんね。確かに、歯向かいてなかっ歯向かえてなかった。日た。確かに、本語違うもしかして。確かに、丈太郎も、あれ、あの場所では歯が立ちませんでしたね。はい。全く。はい。うん。はい。そう、そんなところで仲間の窮地を救うんですよね。はい。はい。歌教員の一番好きなセリフなんですか？うーん。歌教員の一番、どのセリフも好きだと思うんですけど、やっぱり。うーん。やっぱあれですか？レロ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 レやロですか？だ絶対違うと思って聞いてるでしょ。うん。あるいは、おい、ジョジョ、フラミンゴが飛んだぞ、もいいじゃないですか。あのセリフもいいですよね。なんでその回に寄せてくるの？いや、あの回は私は一番歌教員大好きなんですけど、レロ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 の回は本当に、歌教員がイケメン枠でありつつも、やっぱこいつちょっとおかしいって思わせてくれる、あのところがいいですよね。ただのイケメンに終わらないところが歌教員のすごいいいところだと思うんで。うん。はい。私はね、ね、逆枠で、そっちも逆だけど、うん、私も人のこと言えないけど逆枠で、うん。あれが好きです。なんだっけ。あれを撃て。おい、ポルナリフ、あの水筒を攻撃しろの回ですか？はい。あの回、あれが好きです。あれ自己中ですよね。100員が本当にただのイケメンではないっていうところがすごく出てて、うん。いいっすよね。結なんすかね。構ね、うん。多分結構なさ、なんだろう、お金があるところに生まれたのかなはい。多分。お金があるとかね、イケメンね、お金があるとか言われたの。確かに、歌教員って、エジプト結構なんか、に家族で旅行しにそう、行くぐらいなんで、エジプトじなんか、ゃないよ。あれ、エジプトじゃなかったっけ？エエジプジプトでトだっけ？旅行して、あ、そっで、か。ディオに肉のそうだ目をそうだそうだ。植えられたんじゃないでしたっけ？そっか。だと思うんですよね。だから、海外旅行してる時にディオに会ったっていうぐらいなんで、あんまその家族、海外に旅行す、まあ結構家族です行く人って、まあ多いのかもしれない。で、地球のでも、裏側には行かないよな。あんまり、お金ないと行かないと思うんですけどね。うーなんかん。そういう意味では、ある程度裕福な家庭で生まれたのかなっていうのはありますよね。ある程度ね、結構ね、しかもさ、うん。それだけじゃなくてさ、はい。他にも何回か行ったような描写があるもんね。なんだっけ？それ忘れてるかも。最初に行ったさ、うん。台湾だっけ？確かに、香港だな。あ、香港の香港だ、描写ありま香港だ。したよね。うん。これをこうしとくと、これはおかわりのサインなんだよっていうふうに教そうそうそうえてくれる、そうそやつですよね。エビとフカヒレとキノコの料理は、女性が頼むとこですよね。う。うん。あそこで、うん。なんかそうなのかなって。あもしかしたらそうですね。歌教員ってそういうところに旅行しに行ったから知ってるのかもしれないですよね。うんうん。前もってもしかしたら知識を持ってたっていう可能性もないかもない、ないでもないけど、でも、おそらく他にも旅行しに行ってる感じがしますね。でもさ、うん。ジョセフたちがさ、うん。なんでお前らはさ、いつも学生服なんだって言ってるけどさ、うん。学生服以外の服持ってきてんのあれ？そこはどうなんですかね。でも学ラン以外の歌教員と丈太郎って想像できますか？でもガウン姿の歌教員いあったあっましたよね。たあった。歌ね、教員はなんか、いろんな服で似合うんですけど、うん。ガウン姿じゃ、の歌教員めっちゃセクシーだよね。うん。で、丈太郎はさ、いつまで経ってもなんかああいう服だもんね。学ラでも、ンみたいな服だった。でもさ、一回さ、オインゴっていう T シャツ着てた丈太郎いたじゃん。あれも似合ってたよね。あれも良かったよね。逆枠として。もう、もうディスに生きてる。あの丈太郎もすごく似合ってたよね。似合ってたか？動揺しすぎる丈太郎いいよね。牛がいただけでウヒーって言っちゃう丈太郎はいいよね。うん、えいいよでもね。さ、あの回でうん。さ、丈太郎がさ、実際にタバコのやつをやってるところをさ、見せてくんないのがまたいいよね。確かに、話だけでね。でもあれ、見せてるっていうところがちょっとお茶目でいいんですよね。まうん。た、丈太郎もただのイケメン、クールなイケメンじゃないんですよね。しかもめっちゃ器用なんだよね。
タバコ口の中に入れたまんまさ、コーラだっけ飲んでさ、うん、消えないんだよ、火が。確かに。おかしいって。そういう芸をそれでポルナルフに見せてくれるっていうところも、なんかポルナルフってやっぱ人のこう長くなるのでもうまいですよね。うまいよね気さくでうまいけどなんか言っちゃいけないこと言うよね、でも。確かに。それで株が下がったんだよね。うん。歌教員が、のことをね、行かれちまったんじゃねえかみたいなことを、言う回もあるからね。こにゃ必死にろう。戦ってる歌教員をさ、そう。うん、確かに確かに。株下がりまくりですよ、あれは。確かに。まあそこもいいんだけど含めてね、まあね、愛まあね、嬌なんだけどまあね。そうなんだよ。ポルナイファーだってそういうやつじゃん。ポルしかもポルパレック5分にまでさ、しかも5分にさ、登場するぐらいの人気キャラだよね、多分。あれは嬉しかったね。ゲスト出演みたいな感じなかもしれないよね。サプライズだよね。サプライズ。サプライはい。というわけで、なんか結構いろいろ喋ってますけど、はい、ファッちゃんのね、推しメンの話をちょっとジョジョでさせていただきました。はい。歌教員、いいっすよね。はい。復活してくれないんですかね。復活してくれよ。ぜひね。でもさ、本当に一巡世界でさ、歌教員の生まれ変わりみたいなの出てくんないかな。ああ、それあったらいいよね。マジ出て。アブドゥルさんは出てるくせに。もうしかもアブドゥルさんあんまりいい扱いされてなかったけどね。アブドさん、一巡世界でも扱いひどいっすよね。だからね、やばいよ。ちょっと歌教員さんはね、ちょっと別枠で出してほしいっていう本感じ当ですよね。だよ。イケメン枠として出せ。はい。すごくいいキャラクターなので、はい。お願いしますみたいな感じですよね。はい。はい。お願いします。というわけで、今回は、はい、いろんな話からの脱線のジョジョの話でした。ジョジョでファッちゃんの推しメンがちょっと発表させていただきました。はい。はい。またね、はい、次の配信でもまたジョジョを話すかもしれないんですけど、はい、興味のある方は聞いていただけると嬉しいです。はい、お願いします。はい。はい、また次回の配信でお会いしましょう。はい。またね。またね。バイバーイ。バイバーイ。